また動物の話？そんなに動物が大事なら人間やめて動物になったら。クラス全員が爆笑していた。一人の少女が動物愛護について発表している最中だった。しかしクラス全員は知らなかった。間もなく起こる3つの奇跡がすべて動物との絆によってもたらされることを。なぜ彼女は周囲から笑われ続けても動物を守ることにこだわり続けたのか。それは動物たちの優しい心を彼女だけは知っていたから。だがその信念は誰も予想できない形で証明されることになる。結末を見届ける前にチャンネル登録をお願いします。ここは北海道の田舎町白雪町立中学校3年生の教室で将来の夢についてのプレゼンテーションが行われていた。発表者は宮崎美咲15歳。お下げ髪に丸眼鏡をかけた彼女はクラスで最も地味な存在だった。私の将来の夢は動物保護施設で働くことです。美咲が小さな声で話し始めると教室からクスクスと笑い声が漏れた。動物と会話できるとでも思ってるのか？まずは動物の前に人間と話せるようになった方がいいんじゃない？心ない言葉が飛び交う。しかし美咲は続けた。動物たちは言葉は話せませんが心を持っています。人間と同じように愛情を求め、痛みを感じ、家族を大切にしています。はいはい、綺麗事ばっかり。クラスメートの冷たい反応にもかかわらず、美咲の瞳は真剣だった。彼女には確信があったのだ。発表を終えた美咲が席に戻ろうとした時、教室の後ろから視線を感じた。振り返ると、幼馴染の優太が複雑な表情で見つめていた。他のクラスメートが笑い声を上げ続ける中、優太だけが異なる反応を見せていた。彼の目には嘲笑ではなく何か別の感情が宿っていた。放課後、美咲が校庭を歩いていると、後ろから足音が聞こえた。宮崎。振り返ると、優太が立っていた。彼は普段あまり話しかけてこない。さっきの発表だけど、優太は言葉を選ぶように話し始めた。俺も実は動物が好きなんだ。美咲の目が驚きで見開かれた。でも、うちの親は動物を飼うことを絶対に許さない。アレルギーがあるから。だから、優太はうつむいた。君みたいに堂々と言えない。二人の間に静かな理解が生まれた。孤独だと思っていた美咲に、実は理解者がいたのだ。ありがとう、優太。美咲は微笑んだ。一人じゃないって分かっただけで嬉しい。短い会話だったが、美咲の心に小さな希望の明かりが灯った。なぜそこまで動物に思いを寄せるのか。それは美咲が幼い頃に体験した忘れられない出来事があったからだった。5歳の冬、美咲は雪山で道に迷った。吹雪で視界は全く効かず、体温もどんどん奪われていく。その時、一匹の犬が現れた。野良犬のように見えたが、美咲に寄り添い、体温で温めてくれたのだ。その犬は一晩中美咲を守り抜き、翌朝の救助隊発見までずっとそばにいてくれた。動物には人間よりも深い愛がある。それが美咲の信念になった。しかし、中学生になっても周囲の理解は得られなかった。宮崎さん、現実を見なさい。動物なんかより人間関係を大切にしなさい。担任の先生も呆れていた。それでも美咲は放課後に町の動物保護シェルターでボランティアを続けていた。シェルターには美咲と同じ年頃の女の子、エリがボランティアとして働いていた。エリは明るい性格だが、時々うっかりミスをすることがあった。ある日の夕方、二人で犬たちの餌やりをしていた時のことだった。美咲ちゃん、お疲れ様。エリが元気よく声をかけた。しかし、エリは犬舎の扉の鍵をかけ忘れていた。その隙に、大型犬の蜂が脱走してしまった。蜂は一目散に外へ駆け出していく。大変。蜂が逃げた。シェルターの管理者である田中さんが、血相を変えて駆けつけた。なぜ扉が開いているんだ。田中さんの厳しい視線が、美咲とエリに向けられた。エリは震え上がり、言葉が出ない。すみません。私が確認を怠りました。美咲が頭を下げた。君のせいじゃないだろう。田中さんはエリを見た。責任の所在をはっきりさせなければ、今後同じことが起こる。その夜、美咲とエリは街中を探し回った。雪が降り始め、足跡もすぐに消えてしまう。ごめん、美咲ちゃん。私のせいで、エリが泣きながら謝った。今は謝るより、蜂を見つけることが大切。必ず見つかるから大丈夫。美咲は前向きだった。2時間後、ようやく公園のベンチの下で震えている蜂を発見した。美咲が駆け寄ると、
蜂は尻尾を振って迎えた。よかった、本当によかった。エリも安堵の涙を流した。この出来事を通じて、二人の絆はより深くなった。責任を共有し、困難を乗り越えることで、真の友情が生まれたのだ。ある土曜日の朝、美咲はいつものようにシェルターに向かっていた。雪道を歩いていると、遠くから子供の泣き声が聞こえる。助けて。誰か助けて。美咲が声のする方に駆けつけると、5歳くらいの男の子が雪の中で泣いていた。迷子になってしまったようだ。大丈夫。どこから来たの？わかんない。お母さんがいない。男の子は完全にパニック状態だった。このまま放っておけば低体温症で命に関わる状況だった。美咲は119番に通報したが、雪で道路状況が悪く、救助隊の到着には時間がかかるとのことだった。その時、美咲の後ろから足音が聞こえた。振り返ると、シェルターの大型犬、ハチがかけてきた。ハチ、どうしてここに？ハチはいつもおとなしい犬だったが、なぜかフェンスを乗り越えて、美咲を追いかけてきたのだ。ハチは迷子の男の子に近づき、その体に寄り添った。犬の体温が震える男の子を温め始める。うわー、あったかい。男の子の泣き声が止まった。美咲は理解した。ハチは男の子の危険を察知して助けに来たのだ。ハチ、ありがとう。救助隊が到着した時、男の子は無事に体温を維持できていた。この犬がいなければ低体温症で大変なことになっていました。救急隊員が簡単の声を上げる。この出来事は地元新聞に掲載された。犬が迷子を救う奇跡の物語として。しかし、クラスメートの反応は冷たかった。たまたまでしょ？犬がそんなこと考えるわけない。偶然に決まってる。美咲は悲しかったが、諦めなかった。いつか必ずみんなにも分かってもらえる日が来ると信じていた。第一の奇跡から1週間後、町で年に一度の感謝祭が開催された。シェルターも子供向けの動物触れ合いコーナーを出展することになった。美咲とエリは小さなテントの中でウサギや子犬たちを子供たちに紹介していた。この子犬の名前はチビ。とても人懐っこいんだよ。美咲が説明すると、子供たちは目を輝かせていた。しかし、午後になって強風が吹き始めた。テントが激しく揺れる。危険です。避難してください。その瞬間、テントの支柱が折れ、布が吹き飛んだ。動物たちがパニックを起こし、四方八方に逃げ出した。大変。動物たちが、会場は一時混乱に陥った。子供たちが泣き叫び、大人たちも慌てふためく。その時、美咲が立ち上がった。みんな、落ち着いて。美咲の声が響いた。彼女は動物たちの習性を知り尽くしていた。恐怖で逃げる動物たちに優しく呼びかけ始めた。チビ、こっちだよ。大丈夫。怖くないよ。美咲の穏やかな声に反応し、動物たちが次々と彼女の元に戻ってきた。5分後、すべての動物たちが無事に保護された。会場から自然と拍手が起こった。すごいじゃないか。あの子、動物とのコミュニケーションが本当に取れてるんだね。町民たちの見る目が少しずつ変わり始めていた。それから1ヶ月後、町に記録的な大雪が降った。交通は麻痺し、停電も発生した。特に被害が深刻だったのは、町外れにある老人ホーム安らぎの里だった。電気が止まり、暖房も使えない。高齢者たちの命が危険にさらされていた。除雪車の到達にはまだ数時間かかります。町役場も対応に追われていた。その夜、美咲は自宅でニュースを見ていた。老人ホームの映像が流れる安らぎの里では、停電により暖房が使えず、職員が懸命に暖を取る努力をしていますが、美咲は立ち上がった。お母さん、安らぎの里に行ってくる。美咲危険よ。この雪で外に出るなんて。でも、放っておけない。美咲は厚着をして外に出た。雪は膝の高さまで積もっている。しかし、歩き始めて間もなく、後ろから複数の足音が聞こえた。振り返ると、シェルターの犬たちが列を作ってついてきている。蜂を先頭に、大勢の犬たちが雪を蹴散らしながら進んでいた。みんな、どうして？犬たちは美咲の前を歩き、雪道を踏み固めてくれる。まるで道案内をしているかのようだった。1時間かけて、ようやく老人ホームに到着した。あら、こんな雪の中を、犬たちも一緒に、施設長の佐藤さんが驚いている。何かお手伝いできることがあれば、ありがたいけれど、暖房がないから、お年寄りたちが寒がっていて、その時、蜂が施設の中に入ってきた。他の犬たちも続く。犬たちは自然に、寒がっている高齢者の足元に横たわった。あら、あったかい。この犬、賢いのね。
高齢者たちの顔に笑顔が戻った。犬の体温が彼らを温めていた。夜が明けるまで犬たちは高齢者のそばを離れなかった。翌朝、除雪車が到着し、電気も復旧した。誰一人として体調を崩すことなく、全員が無事だった。犬たちがいなければ大変なことになっていました。佐藤施設長が涙を流していた。この奇跡の物語は全国ニュースで報道された。犬たちが高齢者を救った一夜として、老人ホームから帰宅した美咲を母の雅子が心配そうに迎えた。自宅も停電が続いている。ろうそくの明かりの中で親子は向かい合って座った。美咲無茶をして、雅子は複雑な表情だった。でもお母さん、あの高齢者の方たちを見捨てることはできなかった。雅子は深いため息をついた。あなたが小さい頃から動物のことばかり考えているのを見て、正直心配だった。普通の女の子のように、友達と遊んだり、おしゃれをしたり、そんなことには興味を示さないから。お母さん、でも今夜のあなたを見てわかったの。あなたの動物への愛は、ただの趣味じゃない。人を救う力があるのね。雅子の目に涙が浮かんだ。私は間違ってない。美咲は静かに言った。動物たちには人間を救う力がある。みんながそれを理解してくれる日が必ず来る。そうね。お母さんもあなたを全力でサポートするわ。停電の暗闇の中で親子の絆がより深くなった瞬間だった。全国ニュースの反響を受けて町役場で緊急の町民集会が開催された。テーマは動物と地域社会の関係について、集会場には賛成派と反対派が集まり、会場は緊張に包まれていた。反対派のリーダーである商店会長の山田が立ち上がった。確かに今回の件は美談かもしれません。しかし野良犬や放し飼いの動物が街を徘徊することの危険性を忘れてはいけません。そうだ。子供が噛まれたらどうするんだ？反対派から声が上がる。一方、賛成派も負けていない。でも、実際に人命が救われているじゃないか。動物たちは町の宝だ。議論は白熱し、収拾がつかなくなった。その時、会場の後ろから美咲が立ち上がった。すみません、話をさせてください。少女の声に会場がざわめいた。私は宮崎美咲です。今日までに3つの奇跡を見てきました。美咲は幼い頃のこと、先日の迷子の男の子の救助のこと、そして老人ホームでの一夜の出来事を丁寧に語った。動物たちは言葉を話せません。でも心があります。そして人間を守る本能があります。私たちが動物を理解し、共存の道を見つければ、もっと素晴らしい街になると信じています。会場は静寂に包まれた。この子の言う通りだ。高齢の男性が立ち上がった。私も老人ホームにいた一人だ。あの夜、犬たちがいなければ、今ここにいない。次々と体験者が立ち上がり、動物たちの恩恵を語り始めた。最終的に、動物愛護と安全管理の両立を目指す方向で、議論がまとまった。町は動物との共存に向けて、具体的な取り組みを始めることになった。全国ニュースの影響で、美咲と動物たちの話は大きな反響を呼んだ。しかし、それは必ずしも良い反応ばかりではなかった。町に動物愛護に反対する団体がやってきた。野良犬は危険だ。すぐに処分すべきだ。子供に危害を加える前に対策を取れ。彼らは町役場前で抗議活動を始めた。町も世論に押され、シェルターの犬たちを保健所に移送する決定を下した。保健所に移送されるということは、10日程度の間に引き取り手が見つからなければ、殺処分ということになってしまう。美咲ちゃん、申し訳ないけれど、シェルターの田中さんが涙を浮かべている。そんな、蜂たちは何も悪いことしていないのに。しかし、決定は覆らなかった。明日の朝、保健所の車が来る予定だった。その夜、大雨が降り続いていた。気象庁からは、土砂災害警報が発令されている。美咲は眠れずに、シェルターに向かった。明日には、蜂たちがいなくなってしまう。シェルターに着くと、犬たちは静かに檻の中にいた。まるで自分たちの運命を理解しているかのように、ごめんね、みんな、私が無力で。美咲は涙を流していた。その時、空の向こうで稲光が光った。雷鳴が街を震わせる。みんな、
怖くない？美咲が犬たちに話しかけた。ハチが美咲を見つめ、小さく泣いた。まるで大丈夫と言っているように、明日から私たちは離れ離れになる。でも、心はずっとつながってる。犬たちは皆、美咲を見つめていた。その瞳には、深い愛情と信頼が宿っている。嵐の前の静寂の中で、人間と動物の絆が、静かに確認された瞬間だった。翌朝、保健所の職員がやってきた。では、引き取らせていただきます。トラックのエンジンが始動した。その時だった。町のスピーカーから緊急放送が流れた。緊急事態発生。町内で大規模な土砂崩れが発生しました。救助隊の到達が困難な状況です。昨夜の大雨で山の斜面が崩れていた。数軒の家屋が巻き込まれ、住民の安否が不明だった。どこに埋まっているかもわからない。救助隊も手をこまねいていた。その時、岬にひらめきが走った。待ってください。犬たちなら人を見つけられるかもしれません。保健所の職員が困惑する。犬の嗅覚は人間の1万倍です。土砂に埋まった人でも見つけられます。救助隊長が振り返った。君、本当にそう思うのか？はい。ハチたちにやらせてください。決断の時だった。救助隊長はうなずいた。やってみよう。ハチを筆頭に犬たちが土砂崩れ現場に向かった。美咲も一緒についていく。現場は想像以上に深刻だった。土砂が家屋を完全に覆い隠している。ハチ、お願い。人を見つけて、美咲の声に反応し、ハチが土砂の上を歩き始めた。他の犬たちも続く。しばらくすると、ハチが立ち止まり、激しく吠え始めた。ここです。ここに誰かいます。救助隊が急いで掘り始める。30分後、土砂の中から中年男性が救出された。生きてる。意識もはっきりしてる。次々と犬たちが人の位置を特定していく。最終的に5人全員が無事に救出された。犬たちがいなければ全員助からなかった。救助隊長が感動していた。この奇跡の救助劇は再び全国ニュースとなった。今度は犬たちが土砂災害で5つの命を救うとして大きく報道された。抗議していた団体も黙って立ち去った。そして町議会で緊急決議が可決された。シェルターの犬たちを町の災害救助犬として正式に任命する。美咲のクラスメートたちもようやく理解し始めた。宮崎、すごかったね。動物って本当にすごいんだね。私たちが間違ってた。ごめん。次々と謝罪の言葉が続く。しかし、美咲が一番嬉しかったのは動物と人間の絆を理解してもらえたことだった。中学校の卒業式当日、式典の合間に、美咲は校舎の裏庭にいた。そこに、かつて彼女を嘲笑していたクラスメートたちがやってきた。しかし今度は、シェルターの犬たちも一緒だった。美咲、クラス委員長の佐々木優子が口を開いた。私たち、美咲に謝りたい。美咲の言ってることが正しかった。大丈夫。みんなが理解してくれただけで、十分。美咲は笑顔だった。卒業生代表のスピーチ。美咲にお願いしたいんだ。優子が続けた。美咲は少し戸惑った。人前で話すのは得意ではない。その時、ハチが美咲の足元に駆け寄ってきた。尻尾を振り、励ますように泣いた。みんな、私を支えてくれるのね。美咲は犬たちを見回した。式典のステージに立った。美咲、会場には生徒、教師、保護者、そして町民が集まっていた。私は今日まで動物との絆を信じてきました。多くの人に理解されず、時には笑われもしました。でも動物たちは私に教えてくれました。愛に境界はないということを。会場は静寂に包まれた。これから私たちは別々の道を歩みます。でも心の絆は永遠に続きます。人間も動物もすべての命を大切にする。そんな未来を一緒に作っていきましょう。大きな拍手が会場を包んだ。その時、ハチがステージに駆け上がってきた。会場は笑いと拍手に包まれた。ハチは美咲の隣に座り、誇らしげに胸を張った。ありがとう、ハチ。ありがとう。みんな、美咲の涙が頬を伝った。それは喜びの涙だった。エピローグ。そして美咲は高校生になった。夏を過ぎた頃には町に新しい施設が建設された。白雪町動物愛護災害救助センター。センター長は引退した元救助隊長が務め、美咲は副センター長に大抜擢され活動している。ハチたちは正式な救助犬として認定され、全国各地の災害現場で活躍している。そして何より素晴らしいのは、町の人々の意識が変わったことだった。動物も大切な家族の一員だ。人間と動物
はお互いに支え合える関係なんだね。町全体が動物に優しい環境になった。エリも高校進学後、将来は獣医師を目指すことにした。ユータは家族を説得し、ついに念願の子犬を飼うことができた。ミサキは今でも毎日動物たちと触れ合っている。みんないつもありがとう。蜂が尻尾を振って答えた。その目には深い愛情が宿っている。動物との絆を信じ続けたミサキ。その信念は3つの奇跡を通じて証明された。愛に種族の壁はない。心と心で結ばれた絆こそが本当の奇跡を生み出すのだ。災害救助センターの窓から見える夕日が街全体を暖かく照らしていた。人間と動物が共に歩む未来への希望の光として。終わりにいかがでしたか？ミサキと動物たちの物語が良いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。これからも心に響くお話をお届けしていきます。あなたの人生がより素晴らしいものになりますように。目の前のあの人を幸せにするあなたの小さな奇跡、それこそがやがてみんなを幸せにする偉大なる奇跡の最初の一歩となることを願っています。